はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は8月13日の日食から月末までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。8月後半です。ソードの4の逆、ソードキング、ペンタクルスの7、ソードのナイト、ワンドの4、ソード10、ソード3、気をつけること対策がカップの5とソード9とオラクルはワンドのページです。なるほど、なかなかに激しいですね。ちょっと解説していきますが、まず星の話なんですけども、8月13日日食なんですね。で、日食っていわゆる太陽が隠れてしまうという現象なわけです。月と太陽と地球の位置関係によって。で、太陽というこの生命の源という、ね、ぐらいのエネルギーが隠れるっていうのはちょっとエネルギーが下がりやすいんですね。だけど、ある意味、ちょっと幕が引いて、その間に舞台設定が変わるみたいな感じで、ものすごくいろんなことが変わるきっかけなんです。で、この日だけが変わるわけじゃなくて、ここから次の日食までの間の大きなテーマとして、何か成長の学びになる成長みたいなものを体験させられるような、そんなきっかけなんですね。で、それがどういう方面であるかって言ったら、水亀座さんにとっては、パートナーシップや契約に関して、より深い学びがあるなって感じがするんです。で、これは良くも悪くもなんですね。ものすごく、よく理解されている方、学んでこられた方にとっては、本当にいい関係に、成長できるとか、いい関係性としてつながれるとか、契約できるとかっていうのもありますし、もういいですっていう関係性においては、もうここでやめましょうよみたいな、そういうのもあったりするので、ちょっと表裏があるんですけども、それだけすごく重要なタイミングなんですよ、この8月の13日からっていうのはね。で、13日までも、ある意味7月の末から宇宙はすごく応援してくれてたので、何かが浮上してきてたと思いますよ、何かが。もっとこうしてほしいとかいろいろなんかあったと思うんですけどね。で、それが、8月の13日の月食じゃない、日食で、やっぱりこうだ、やっぱりこうしたいっていうなんかテーマが決まって、それをこれから半年ぐらいかけてやっていくんですけど、ただですね、8月の23日以降、太陽が乙女座に入ることによって、その表だった課題だったりっていうのは少しまろやかになったりします。ただ、8月28日が月食になります。月食っていうのは満月のさらに強いバージョンみたいな感じがあるので、特にこの8月28日の月食っていうのは、ものすごく水亀座さんが大事にしたいと思っている思いと、他者からそれを受け入れられているんだろうかっていう思いと、他者はどう思うんだろうかっていう、そういう自分と他者とか、自分が得るものと他者から与えられるものっていうものが引っ張り合って、その中で何か解決を見つけていくっていう、すごく大きな学びの時なんですね。なので13日も大事、28日も大事、ここで感じた、この月末に感じたことが来年の2月までをかけて何か取り組んでいくんだなっていう、そういう流れになっています。そしてね、もう一つ少し前から8月の11日からなんですけど、火星という戦っていく力とかね、切り開いていく力とか、時にトラブルとかいう意味もありますけど、そういう意味を象徴する火星が蟹座に入っていることによって、水亀座さんは頑張って働くぞみたいな、そういう感じがあるんです。体を鍛えるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんか体を健康に保つために努力をするとか、でも忙しくて働かなくちゃみたいな、そんな感じもありますね。で、その上でカードで見た時に、さっきすごく裏と表って言ったんですけど、ちょっと裏側の方が出てるかなって感じはしますね、これはね。まずは、やっぱり今暑いですしね、ちょっと休みたいんだっていう気持ちもあるのかなって感じがします。ちょっと泊まりたいとか休みたいとか、もうちょっとなんていうのかな、何も心配せずにゆっくりしたいみたいな感じかもしれないし、もしくは日常が忙しくてとにかく流れが速い方にとっては、
とにかく泊まりたいみたいな、そんな感じかもしれません。で、すごくね、なんかね、しっかりしなくっちゃっていう、そういう意識が強いのかなって感じがします。なんとかこの場を切り抜けなければみたいな、そんな感じがあって、少し前にやっぱり経済的なことを心配していたのか、もしくは別に心配はしてないけど、どうすればもっと生産的になれるのかなとか、やっぱりなんか安心材料としてもっとお金を稼ぎたいなとか、そういう思いもあったのかなって感じがするんですよね。だからこそ頑張ろうとか、だからこそ何かチャレンジしようみたいな、そういうすごくなんか自分を、もう自分になんか鞭を打って、自分で走ってみたいな、そんな感じがあって、それがちょっと疲れてるのかなって感じがします。そこまでして頑張りたい何かがあったってことですよね、きっと。だけど、ここからやっぱり星の流れっていうのは、その、ね、水亀座さんに、動け動けって言って、風を吹いてるわけではなくて、水亀座さんが心地よく過ごすためのヒントとして、心地いい風を、運勢としてね、流してくれてるので、ちょっと気を、肩の力を抜いてみようとか、ちょっと深く深呼吸してみようかなみたいな感じで見てみると、ああ、なんて私は恵まれてたんだろうとか、なんだ私すごく受け入れられてたじゃないみたいな、私が一人で頑張ってるとか、私が一人でこんなに辛い思いしてると思ってたけど、なんだ受け入れられてたじゃないみたいなことを感じられると思うんですね。で、すごくなんかほっとしたら、人ってなんか力が抜けたら急に熱出るみたいなのってあるじゃないですか。気が張ってる時は大丈夫だけど、気が抜けた瞬間にね、なんか体が音を上げるみたいなのあるように、ちょっとお体注意だなっていうのはありますね。ちょっとここまでの疲れが出やすいかなと思います。なので、体はとにかくケアしてあげてください。もう体を無理して働くとか、なんとかここまではやるっていうよりも、もう体を愛おしく愛おしく撫でてあげてほしい感じかな。自分でこなんでもっとこうならないのみたいな、例えばダイエットにしてもなんで痩せないのとかっていうよりも、なんか愛おしく脂肪を撫でてほしいって感じかな。痛いとこがあったとしても、なんか痛さで頑張ってくれてるんだねみたいな感じでこう撫でてほしい。そして、なんかやっぱり体が、やっぱね、このね、ソードの銃が出る時っていうのは私もしょっちゅう経験します。もうぶっ倒れます、結構私これが出ると。ダメだみたいな、なんか本当に片頭痛でもう起き上がれないとかもあるし、なんか急に熱出たみたいなのもあるし、なんかそうなると、なんでこんな大事な時に熱出るんだろうみたいな感じで自分を責めたくなりますよね。責めないでください。自分は責めないでください。なんか体も、ね、精一杯やっての今の体なのに、さらにマインドで自分の体を責めるとハートも痛むみたいな感じがあるので、これは必ずそうなるっていうものではなくって、なんかあくまでも自分で自分に無理をした結果が現れてるっていうだけなので、今このメッセージを受け取ってくださった皆さんは、自分に優しくする、とにかく自分に優しくしたら、別に体も壊さないし、落ち込むこともないです。だからそういう意味でこのタロットっていうのは活用してほしいなと思うんですね。なんかいいことがあるから、いや良かったとか、悪いことがあるから、わ嫌だっていうだけじゃなくて、そういう風にしたらそうなる可能性があるんだったらやめとこうみたいにして、あの自分を整える。そして、この疲れって、今その星ではすごくパートナーシップっていうところにめちゃくちゃ光が当たっているので、誰かとの関係において自分が頑張らなくちゃと思って一生懸命頑張っていたことが疲れて、もうダメだ、もうこれ以上は無理だみたいに思って自分で烙印を押す。もう私たちもう終わりですみたいな、自分で烙印を押してしまいそうな感じがするので、待ってって、ちょっと待ってって感じです、これはね。とにかくね、やっぱり疲れたりとかすると、物事をネガティブに考えやすいので、現実じゃないよっていうことを覚えておいてください。自分の頭の中でそういう物語を展開してるだけかもね、みたいな。現実は一つずつしか過ごせないし、一歩ずつしか過ごせない。自分の体、今の体にぴったりの現実は、今日できる分しかできない。それができたらいいじゃないかって感じです。ちょっと仕事のことを見てますね。楽しみたいっていう方は楽しめますよ、すごく。
すごく楽しめる。お仕事ね。カップの3とペンタクスのクイーンと、あと女教皇っていうのが出ています。ただ仕事って感じた時に、今その関係性っていうものがすごく強調されてはいるんですけども、お仕事の中でももしかしたら誰かに対してちょっとムッとしているというかイラついているみたいな感じがあり、でも仕方ないっていうか、そういうので飲んでいた部分がいっぱいあって、なんかそのストレスっていうものが自分の中で消化しきれずにあるのかなって感じがしましたね。お腹下したりとか、お腹痛いなみたいなのって、やっぱりその誰かに対しての不満とかストレスっていうのは言えないし、でも消化できないしみたいな感じかもしれません。その上でお仕事なんですけど、そういうストレスがあったとしても、仕事っていうので見たら、すごくその水亀座さんを評価してくれる人がいるよっていう感じで出てるんですね。仲間がいるよと、声をかけてくれる人だったり仲間がいたり、これまで水亀座さんがやってきた技術、なんか自分がやってきた仕事上の技術を活かして、いくらでも選べるよみたいな感じで言われてます。そして、女教皇というカードが出てるので、これは白か黒かなんですけど、水亀座さんがやっぱり条件とかを見て、どっちがいいのかなって、これは受けた方がいいのか、やめた方がいいのか、自分が選ぶ権利があるよっていうふうに言われてます。なので仕事としては横のつながりもいい。そしてこれまでの経験値を活かせますよって言われてます。何か新しい仕事の話が来たりしても、どうしよっかなって感じで考えてますね。なので別に、転職するとかいう方じゃなくても、同じ職場でずっとされてるっていう方でも、どうしよっかな、やめよっかな、みたいなことを考えてみたり、でも人間関係悪いわけじゃないしなとか、これまでやってきた仕事の経験もあるしな、みたいな感じでちょっと収めているっていう感じですね。実際転職したいっていう方は、実際、8月13日に、よし、転職するぞって決めたら、意外とできます、きっと。これまた別で転職に関する動画を作ったので、そちらはまた見ていただけたらと思うんですが、意外とやろうと思えばできます。いくらでも、要するに乗ってる列車の乗り換えはいくらでもできますっていう時なんですね。はい、ちょっと人間関係見てみましょう。人間関係どうなのかな。涼しい人。我慢してるんですか？ペンタクスの5。カップのクイーンということで、もうなんか、けなげって感じです。我慢してるのかなって感じ。なんて言うんだろう、やっぱり相手のことを思って、やっぱりそんな風に言えないよなとか、相手を理解しようとする気持ちが強すぎて、自分が我慢すればとか、自分が悪いからみたいに思って、自分を責めている感じがするんですね。待ってって感じかな、これは。ちょっとこれを見てみようかな。やっぱりね、この今チャンスなんですね。いろんな乗り換えができる時って言ったんですけど、お仕事でもそうなんですけど、人間関係に関しても全然いろんな人と知り合えるし、やり直せるしっていう感じの時なんですね。で、そんな時に自分がただ耐えるだけっていうのってちょっともったいなくて、なんか怖いかもしれないけど、思い切って自分の本当の気持ちを言ってみるとか、実はこれが辛いんだとか、もっとこうしたいんだみたいなことを言ってみるとか、で、言うことってもう本当に怖くて言えない、そんなこと言ったらもう終わりみたいな感じがするかもしれませんけど、でも、今チャンスなんですよね。流れとしては。そういうことを言って分かり合えるチャンス。これ以上自分だけが我慢して続けていくことに何か価値があるのかなっていう感じがします。なんかね、無意識のうちにコントロールされてませんかって感じですよ。で、自分のやっぱり美しさを思い出してくださいって感じかな。他者にどう思われるかなとか、他者にどう評価されるかなっていうことではなく、もう自分そのものが美しいんですよ。存在そのものが。もうその自分で生きましょうっていう感じです。なんかすごく他者に責められないように気をつけて我慢してやってる。
もちろんなんか日常でね、忙しくてできないということもあるかもしれませんが、それでもやっぱり自分の喜びを置いて何かをする。自分の時間っていうのを我慢して何かをするってことをやりすぎて、なんか本当に状況とか、誰かにコントロールされてるかのような感じになってるから、待って待って待ってみたいな。もう本当にちょっとクリアになって、自分の素直な喜びだったり、自分の素直な美しさ、存在そのものの美しさを自分で思い出してくださいねっていうのが人間関係のメッセージです。はい。いかがでしょうか。何かここまで通じたものがあったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。これかな。はい。このカードは、とにかく人の顔色に惑わされないでっていうカードです。感情的な、影響をすごく受けやすいですよね。誰かがひそひそ喋ってたら、私の悪口言ってんのみたいな気持ちになったりとか、もうそんなことは気にしない。他者に惑わされない。もう本当に何を言われようと関係ない。自分の美しさ、自分の価値っていうものを自分で誰よりも認めて、よしよししてあげてください。体もね。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひ、いい時間をお過ごしください。失礼します。